同志社国際高校の平和学習は、実態としては政治的な活動である。明らかに中立性を違反している。文部科学省がこのように発表を行いました。このニュースに関連して、中道改革連合の小川代表は恥を知るべきです。なぜならば、文部科学省のこうした中立性違反だという厳しい指摘に対して、政治問題化しすぎることは、教育現場を萎縮させかねないとして、文部科学省の方こそ批判の対象であるべきかのような話をし始めたのです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、辺野古沖で起きた高校生が命を奪われてしまった事件の近況について解説を行います。京都の同志社国際高校の生徒たちが沖縄を旅行しました。この時の名目としては平和学習。しかし平和学習とは名ばかりのこの旅行において高校生が亡くなりました。今回新たな動きが出てきました。それは文部科学省が同志社国際高校が平和学習だと呼んでいる活動は、これは政治的な中立性を違反している、問題ありとはっきりと表明したのです。文部科学省は学校法人同志社に対して教育基本法や学習指導要領に基づき適切な教育活動を行うよう求める通知を出した。公表された調査結果によると、今年の研修旅行初日の開会礼拝メッセージで、事故で死亡した講義船、福津の金井船長から基地建設に反対し、ここから入るなよっていうエリアがある。あえて入っていて抗議する。陸では警察機動隊に、海では海上保安庁に拘束されるなどと発言があった。過去の研修旅行の際にも抗議活動の一端を見てほしいなどの呼びかけがあった。また、昨年の研修旅行の際には、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対するヘリ基地反対協議会名義で領収書が発行されていたほか、過去複数年にわたってしおりに基地反対の座り込みを生徒に呼びかける文言を記載していた。文科省はこうした点を踏まえ、研修旅行が政治的活動に該当すると判断したほか、事前事後学習を含めて特定の見方や考え方に偏った取り扱いであったと結論付けた。今回厳しい措置が取られたということは私は良かったと思っています。教育基本法第14条に基づき、同志社国際高校の行っていることが明らかに偏っているぞということをはっきりと明言したことは良いことです。なぜならば、そうした指摘がなければ、今回はたまたま事故があったけれども、またこれからも続けますと、同志社高校が同じことをこれからも繰り返す危険性は十分あったからです。なぜならば、未だに同志社国際高校はこの件に関して、人員の刷新などの大きな話は全く出ていません。今回の平和学習の名のもとに行われた沖縄旅行は、明らかに高校と沖縄県を活動拠点とする左翼活動からの団体との癒着関係の結果として生まれた話です。これをもってして政治的に中立、公平な観点から平和学習を進めていたと主張する方がかなり無理があります。それこそ学校側はあくまでも沖縄というかつて壮絶な戦いが行われた地を巡ることによって過去の大戦の記録といったものを私たちが今学ぶために必要であるというような建前を作っていました。しかし現実においては今現在進行中のいわば反米活動のようなものに集中するような形で、それら活動家たちに資金を渡し、その資金を渡す名目として高校生たちの旅行をセットしていたようなものです。ですから、こうした資金の流入の経路についても、当初は活動家団体は自分たちの行動はあくまでもボランティアであり、ボランティアなんだから高校生たちを乗せていたことも何か運送法の違反には当たらないというような主張を行っていました。しかし現実においては毎回のようにお金を受け取っていたということが現在では判明しています。つまり嘘つきということです。こうした違法状態については高校側もすでに認識していたとされていますが、同時にバレることはないだろうし問題視していなかったというのです。そもそも高校生たちが乗る船に教員たちもならないし、そして明らかに政治活動を行っている団体のその政治活動の道具である船に一緒に乗り込んで移動させるというこの行為そのものがもう計画団体から無茶苦茶だと言えます。しかも非常に問題が根深いのはこうした事故というものが何も今年だから起こったというよりもいつ起こってもおかしくないような常習性といったものが以前からずっと続いていたことです。現在分かっているところではこうした
同志社国際高校の平和学習の名のもとに、左翼活動家と癒着していた関係はすでに15年以上前から確認されているとのことです。ただし、当初、2010年代においてはまだまだ活動が本格的なものではなかったのですが、現在の校長になってから、その癒着具合はより密接となり、平和学習という名の左翼の洗脳教育のようなものが始まったようなのです。例えば、2015年段階における大きな出来事として、高校生の立場から左翼活動からの主張に対して、これちょっとおかしいんじゃないのという反論が出たという話があります。現校長の指名により、奥庭タイムスの記者が講師として呼ばれました。この人の話に、様々なところで疑問を持った生徒の一人が問題点を静かに指摘します。例えば、基地反対派の人たちの活動が非合法なものであるといった点についても、高校生側からは、今も違法だし、その当時も違法だし、いつの時代に切り取ったとしても違法であるならば、そのような行為そのものについて、まずはやめるべきではないか、そこに問題点はないのかといったような指摘が行われました。これは非常に真っ当な意見なわけですが、しかし、沖縄においては、明らかにこれは違法ではないかなと思えるような行為ですらも、彼ら自身は自分たちのイデオロギーのために正当化し、そうしたまともな批判について、これを答えることができません。むしろ、過去の経緯からこのような活動をしている人たちの気持ちを思えば、違法行為について何か断じることはできないとして、違法行為を擁護するかのような発言を繰り返したというのです。また、基地移設に関しても活動家の意見としては、地元住民の気持ちなんか関係ないし知らないし、そんなものは一切信憑性のないものだとしてこれを全否定し、自分たちの主張こそが正しいのだ。地元住民がどう考えているかなんて全く関係ないというような話を、やんわりと伝えたというのです。明らかに高校生たちの意見の方がまともであり、大人たちの明らかに偏った危険思想といったものが見えます。このような背景で行われた同志社国際高校の平和学習の名のもとに行われていた変更教育、文部科学省の認定に対して異を唱えているのが野党の代表です。柔道改革連合の小川代表は今回の一件に関してこのような話をしています。これは政治問題化しすぎるのは良くない。文部科学省が教育基本法違反だとする調査結果を閣議後会見で明らかにしたことへの違和感を小川代表は口にした。あまり政治問題化しすぎることは教育当局の最終責任者として控えた方がいい。現場を萎縮させかねないと語った。小川氏は転覆事故に関する基本的な立場として、いたずらに政治問題化することは必ずしも望ましくない。安全運航の面で原因究明が行われ、再発防止策が取られるべきだと指摘。海岸を埋め立てて米軍基地を作ることの良し悪しは賛否両論あっていいと述べた上で、実地で体感する教育を頭ごなしに否定しかねないと疑問視した。小川代表のこうした発言には明らかに話のすり替えがあります。なぜならば、誰も平和学習そのものを否定してはいないからです。問題なのは、平和学習という名のもとに行われている変更教育が悪いという話です。つまり、本質の部分を一切無視して、あたかも平和学習を今の文部科学省が批判しているかのような話のすり替えを行っているわけです。ましてや、今回の文部科学省の決定というものを批判することによって現場教育が萎縮するとしていますが、ここで萎縮するのは誰かといえば、明らかに変更教育を行おうとしている人たちです。例えば、平和学習の名のもとに広島に行って原爆資料館に行くことを誰が否定するでしょうか。それは明らかに平和学習だと誰にとっても理解できることだからです。しかし、ここでは明らかに左翼活動家と活動を共にし、彼らの活動にどんどんと参加しようというようなしおりを作っている高校の姿勢といったものは、明らかに政治的な中立性から完全に逸脱した行為が長年行われていたという事実があります。ですから本来であればそのような行為は平和学習の道から明らかに外れていると指摘すべきなのです。そのような偏った教育では決して平和学習の望むような現実を知りどのようなことを考えなければならないかというそれぞれの子どもたちに考えさせる余裕といったものを一切奪ってしまいます。またこうした話のすり替えといったものは他の党でも行われています。日本共産党の議員もこのような話をし始めています。共産党、私たちも変更教育に反対だが、平和教育萎縮させるな。
辺野古事故めぐり強調。やはりこちらにおいても全く同じ論理で平和教育を否定するなといったような話のすり替えを行っています。平和学習というのを盾にすれば何でも通ると思っている。これはあまりにも無茶な論理であり、そして有害な考え方です。例えば沖縄における米軍基地問題を考えたいというのであれば、別に左翼活動家らと一緒に行動する必要はありません。辺野古に行って基地埋め立て工事を見たいというのであれば、それこそ港から見学すれば良いだけですし、また、米軍基地そのものの活動を知りたいというのであれば、米軍基地の開放祭りのような時に日程を合わせて、それこそ中に入って案内を受けるようなこともすればいいと思います。また、今回の一件とちょっと変わった視点としては、インターネット上では、文部科学省だけではなく国交省についても、今回の件については、調査を継続的に行い、対応を実施しています。もしもこれが公明党であったならば、もっと悪い対応だったかもしれないと、そのように話す人たちもいます。何にしても今回の一件について直接的に人の命を奪った左翼活動家らの団体は、今回の一件に関して、国交省からの詳細な聞き取り調査についてこれを拒否しています。事故直後の記者会見においても、非常に横柄な態度が目立ちましたし、その直後においても、特に悪びれることもなく活動を継続しており、現在でもなおまともな聞き取り調査すらも拒否している、非常に問題しかないような団体だと言えるでしょう。あなたは今回の一件についてどのようなことを思われているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。